恐竜研究者、こちるいすすむです。今回紹介する論文は、現代を生きる恐竜、鳥類の翼の形状が高度によって一体どのように決定づけられているのかという疑問にタックルした論文です。言うまでもなく、鳥類の翼は空を飛ぶために重要な器官です。なるべく少ないエネルギーで長く遠くまで飛びたいので、翼もそのための進化を遂げているんですね。基本的には細長く先端が尖った翼ほど飛翔効率が高い翼であるとされます。ただ、飛翔効率が高ければいいっていうものでもないのが生物の面白いところです。例えば、主に森の中に住む鳥の場合、幅が広くて短い翼を持つ傾向があります。これは長距離飛行よりも機動力を優先した結果ですね。このように鳥の翼の形は様々なトレードオフの結果進化してきたのです。そしてそのトレードオフの一つに標高があるのではないかというのがこの論文の趣旨ですね。標高が高いということは空気が薄いということです。海抜0メートルと10キロメートルでは空気密度が 65% も違うということが知られています。つまり同じだけ羽ばたいても得られる揚力が小さくなってしまうんですね。しかも酸素濃度も低いので、なるべく低いエネルギーで長く飛びたいわけです。なのでこのような環境では細長い翼が好まれるのではないかという仮説が成立します。実際特定地域に限定した研究ではすでにそのような傾向は報告されています。ただ単一地域を対象とすると他の変動要因を排除できないんですね。他の変動要因とは例えば季節や周りの植物、さっきも挙げた酸素濃度なんかです。長距離の渡りをする鳥は必然的に細長い翼の方が有利ですね。渡りにはえげつない量のエネルギーを消費するので、なるべく高効率な翼が欲しいからです。この仮説は季節変動性を内包しており、これが一体どういうことかというと、1年の中で気温の変動が大きい地域に住む鳥は渡りをしがちなんです。つまり冬や繁殖期に対応するために移動距離が大きくなりがちなんですね。草原卓越仮説はさっきも言及した機動力の話です。このように開けた飛ぶのに邪魔な障害物が存在しない場所では細長く飛翔効率が高い翼が卓越すると予想されます。低酸素仮説は長距離渡り仮説や草原卓越仮説のような物理的な制約ではなく、化学的な生産エネルギーによる制約ですね。これらの仮説は一つだけが正しいというわけではありません。長距離の渡りをする鳥が森林に住んでいることもあるだろうし、高高度の草原に住んでいる種もいれば低高度の草原に住んでいる種もいるでしょう。複数の要因のコンビネーションの中で標高が与える影響は一体どの程度なのか、それを解き明かしたいわけですね。というわけでこの研究では世界中の鳥類9992種を対象に解析しています。これは現在生きている鳥類ほぼ全てですね。翼の形はハンドウィングインデックスおよびハンドウィングエリアという2つの指標で評価しています。これらはそれぞれ翼の細長さと面積の指標です。これらに対してそれぞれの種の標高が一体どう関係しているのかを解析しています。他にも体重、緯度、気温の季節性、開放度、渡りの習性、一体何を食べているか、そして飛翔の方法を変数として組み込むことで、翼の形が本当に標高によって決められているのか検証しています。では解析結果を見ていきましょう。まずこのハンドウィングインデックスと最大標高を比べた結果が面白いのですが、標高 2km 程度までは翼の細長さが下がり続ける。言い換えると標高が高くなるにつれて翼が太くなっているんですね。それよりも標高が上がると標高の上昇に伴って
翼の細長くなる傾向が見えてきます。特に標高 4km を超えたあたりからが顕著ですね。なんでこんなことになるかというと、原因は海鳥です。海鳥の多くは海風を利用して滑空形式で空を飛ぶからですね。羽ばたかず自然のエネルギーを最大効率で利用するためには細長い翼が必要なのです。そして当然海鳥が住むのは海の近く、つまり標高はゼロに近いんです。その結果が生息地の標高が低い種ほど細長い翼を持つという傾向ですね。なので解析から海鳥を取り除いたこの点線では標高に応じて翼が細長くなるという傾向が見て取れます。この解析はそれぞれの海鳥の最大標高を使っていますが、最高生息標高の幅を解析対象とするとより相関関係が強く現れます。この解析は海鳥も含めたものですね。翼の面積は細長さよりも明確なシグナルを出していますが、全体の傾向としては似たような感じ。つまり海鳥という特殊な例を除けば、標高が高いところに住む鳥類は細長い翼を持つという仮説が支持されました。他にも各種要因を考慮した解析でも、やはり標高の効果は翼の細長さ、そして翼の面積、その両方に強い影響を与えるという結果が得られています。しかもこの影響、標高が高くなればなるほど大きくなるということまで今回分かりました。つまり当初の仮説通り、空気が薄くなるほど鳥の翼は細長く、面積が大きくなるという傾向が示されたんですね。細長く大きな翼というのは鳥類の移動能力の指標とされがちなのですが、この論文はその点に関して注意喚起を促しています。というのも翼の形はあくまで効率の指標だからですね。今回示されたように標高の影響も大きいのであれば、翼の形から直接移動距離を推定するといった行為は難しそうです。特に化石研究ではやりがちなので注意が必要ですね。また現在、地球温暖化に伴って鳥類の生息域が変化しています。涼しい高標高なんかに移動してるんですね。しかし高い場所は空気が薄く、その分飛翔にも余計なコストがかかるということがこの研究で分かりました。種の保全という意味でも温暖化に伴う生息域の変化は思わぬ効果を生む可能性が指摘されています。まとめますと、標高が高い場所に住んでいる鳥類ほど翼は細長く大きくなるという傾向が確認され、この傾向は渡りや緯度の違いなど各種ファクターを考慮してもなお十分な影響があるということが分かりました。このことから鳥類の翼の形状を決める要因として空気密度と酸素濃度、この2つが大きな役割を果たしていると思われます。注意点として翼の大型化や細長くなるという現象は移動能力の向上とは直接比例しないかもしれないとされており、化石種への応用などで注意が必要です。また地球温暖化に伴って標高が高く涼しい場所に動物が移動するという現象が確認されていますが、鳥類の場合ここに飛翔というコストが追加でかかるため、予想できない結果になるかもしれないと警鐘を鳴らしています。今回は以上となります。もし面白いと思ってもらったら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。